はい、どうもこんにちは。今回は2021年に買ってよかったものの年間ベストバイランキングを作ってみました。毎月それぞれにランキング動画を作ってもいるんですけれども、今回はその中でも実際に長く使って改めて良かったなって思った本物ばっかりを厳選してベスト15まで絞り込みました。家電もあればデバイスとかガジェット系もあります。それぞれ良かったポイントとかもさらっと触れていきますんで、よかったら最後までご覧ください。すべて概要欄にリンクを貼っておきますんで、現在の値段はそちらからチェックしてください。それでは早速スタート。はい、まず15位。ベルロイのカードスリーブです。価格が7500円です。15位って言っちゃうと評価低く聞こえるんですけれども、自分の2021年の買い物の量ってほんと化け物なんで、15位でもちゃんと生活必需品というか、これなしでは生きていけないぐらいには気に入ってる商品です。自分が求めてた財布の本当に完成形っていうような感じで、本当に完璧で何の不満もないんで、この先世の中がカード類を持ち歩かなくて良くなるまでは、もう一生このカードウォレットだけでいいかなって思ってます。ジーパンのポケットにスルッと入って異物感もなくて、手触りもしっとりとして気持ちいいです。でこの手の薄さだけをガンガン歌ってる財布って国内製品でも結構あるんですけれども、これ薄いだけじゃなくてちゃんと高級感があります。言ってもそこはベルロイっていうブランドの商品ですからね。カードが6枚ぐらいか、もうちょっといけるかなっていうぐらいで、折りたたんだ現金もいくらかは持ち運べます。ちなみに小銭は無理です。スマホにペタッとくっつけたりするカードウォレットとかも今あるんですけれども、どうしてもそういうのが嫌いで、財布は財布として別で持ってたいっていう人にはめちゃくちゃおすすめです。2021年上半期のベストバイにもこれは選んだんですけれども、1年間毎日使って改めてやっぱり買ってよかったなと思ってます。はい、サクサクいきます。次は14位。ロジクールのワイヤレスマウス MX マスター3ですね。価格が 13,500 円。かなり有名なんで、気になってる人も多いと思うんですけれども、気になってるのであれば今すぐもう買った方がいいです。多分後悔はしません。これも自分的には完全に生活必需品ですね。ゲームではなくて、もちろん日々の仕事とか作業用のワイヤレスマウスってことになるんですけれども、とにかくサイドボタンのアプリ別バインド機能がとんでもなく便利です。ワンボタンで Spotify の操作をしたりとか、動画作成の時にこれでカット作業したりとか、Photoshop とか Lightroom の現像作業でも本当にこれなしでやっていけないっていうぐらいめちゃくちゃ便利です。仮にこの機能がなかったとしても単純にワイヤレスマウスとしてめちゃくちゃ優秀で、特に無線のラグの少なさと充電持ちの良さを特に自分は気に入ってます。もう本当にこれ以上マウスで悩まなくていいんで満足感はすごいです。価格がちょっと高いって言われることもあるんですけれども、ゲーミングマウスとかと比べると全然安いんでおすすめです。次が13位。ソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH1000XM4。価格が35,000円。価格が価格なんで、ほんまにこれ必要かって感じで、めっちゃくちゃ買うときは悩んだんですけども、かなり勇気いったんですけど、買ってよかったです。ノイズキャンセリング機能のパワーがかなり強くて、ものすごい遮音性です。ただ、結局音楽とかを聞き出したら遮音性の強い弱いなんてあんまり自分にとっては関係ないんですけど、もちろん素晴らしいそういった機能を持ったヘッドホンなんですけれども、自分が特にこいつに対して感心しているのは無線接続の安定性です。もちろんこのヘッドホンをつなぐ先のデバイスサイドの環境によって多少は違うんでしょうけれども、自分の場合は本当にストレスフリーで聞くことができています。とりあえず PC の電源をつけて、こんな感じでこれ持ってきて装着して電源を入れて、で、それだけで繋がってくれて、丸1日作業の間ずっと安定して動作してくれてます。で、PC の電源を切ってまた壁にかけて充電をしとくだけっていう感じですね。で、機能性は抜群にいいのに、軽いから装着してても全然疲れないですし、音もやっぱりいいです。安物買いの銭失いに疲れた人には本当におすすめです。はい、12位はデルの27インチの 4K モニター S27219S です。価格が 44,800 円。これはちょっと万人に刺さるって感じのアイテムでもないんですけれども、自分的には本当に良かったです。27インチで 4K 対応の PC モニターですね。PC ゲームと PS5 を 4K の 60fps で遊びたかったんで、これを購入しました。で、もちろんそういうゲーム環境は結構本当に感動するレベルで、やっぱり当たり前なんですけど、フル HD とはもう全然違いますね。もうさすがにフル HD には戻れないです。あとちょっと副産物なんですけども、YouTube の 4K 動画見るのめちゃめちゃ楽しいです。あと Netflix もプレミアムプランというところに入ってさえいれば 4K でドラマとか映画が見られるんでおすすめです。Netflix のジョジョの6部の続きが早く見たいですね。ちなみに自分はジョジョ全作品の全登場人物の中で一番好きなキャラクターがジョリーンで、
2番目はナランジャです。で、次が11位。iPhone 13 mini ですね。これはちょっと想像以上にバッテリーの持ちが良かったんで、かなり衝撃を受けました。アクセサリー系統もまとめて一緒に買ったんですけど、それも結構当たりの商品でした。一応概要欄にリンク、それらも貼っておきます。iPhone 13 mini、画面サイズも処理能力も全く問題なく、毎日これまで大活躍してくれてるんで、本当に買ってよかったです。あと、想像以上のポイントがもう一つあって、これがバッテリーの充電の速さですね。で、それなりに使い込んで、残 20% ぐらいになって、そろそろ充電しとこうかってことで、ケーブルに挿して、ささっと風呂に入って上がってきたら 90% ぐらいになってます。で、これはマジです。今更感は全然ないですね。今から買ったとしても、絶対2年以上はバリバリ現役で使えます。正直これ以上の機能なんていらないですからね。はい、次が10位。Xiaomi の電動精密ドライバーです。価格が5980円。4レジのごとくの電動精密ドライバーですね。USB Type-C で充電ができるドライバーで、ドライバービットが24種類セットになってます。他の購入者の Amazon レビューなんかを見てみると、耐久性に問題があるって書いてるような人もいたんですけど、自分は全然問題なく今のところは使えてます。PC 周りのデバイスとか、キーボードとか、こういうのをいじるのによく使ってます。こういう系ってなんかネジの数が結構多いんですよね。なんかパネル1枚にネジ10個とかね。そうなってくるとやっぱりありがたみが出てきます。精密ドライバーが必要になるようなちっちゃいネジに普段関わりのない方には全く必要ないもんなんですけど、自分はもう完全に生活必需品になってます。めっちゃおすすめです。9位、ベンキューのスクリーンバー。これ価格が11,900円。これはゲームチェンジャーでした。ちょっと大げさかもしれませんけど人生変わります。特にこれは手元に明るさを調整するようなダイヤルがないタイプのものになります。ライト本体の上部に触れることで調整することができます。で、この一体型の方がスタイリッシュで自分はかっこいいと思います。で、もともと PC デスクの環境的にちゃんと明るく、例えば蛍光灯とかのシーリングライトとかで光光と照らして仕事してるよって方は全然大丈夫なんですけど、自分はちょっと暖色系のライトばっかりで、若干間接照明みたいな形で固めちゃってるんで、ちょっと明るさは足りてはなかったんですよ。で、かといってガンガン照らすと目が疲れちゃうんですけども、このライトバーは本当にいいバランスでしっかり明るさをくれます。で、バーの光源自体は自分の目に直接は入ってこないようにうまく設計されてるんで、眩しくはないですし、で、いい感じのライティングにちゃんと細かく自分で設定もできるんで、本当に仕事中はやっぱり目が楽になります。で、逆に夜映画を見たりとかドラマを見たりするときはワンタッチでつけたり消したり、もちろんできるんで、結構融通の利くガジェットだと思います。で、これは本当に値段以上の価値があるものだと思います。おすすめです。で、次が8位。ゴースト・オブ・ツシマディレクターズ・カット版ですね。価格が約7000円。自分的にはダントツで2021年のゲームオブザイヤーですね。というかかなりいろんなゲームを数多くプレイしてきたんですけども、自分の人生の中でもトップ5に入るかもしれないなっていうぐらいのタイトルでした。本当に面白かったです。特筆すべきは脚本と演技だと思います。これによってね、本当にキャラクターが一人一人本当によく仕上がってるんですよ。全員100点満点じゃない感じ。人間っぽい感じというか、日本人っぽい感じ。いや、本当に素晴らしいと思います。で、しかもちゃんとゲームとしてもしっかり面白いんですよ。で、このゲーム性の爽快感と脚本の良さ、これがちゃんと両立できていて、パッケージとして成立してるっていうのは、なかなかないと思います。結構評価の高いゲームなんで、ネタバレをすでにしちゃってストーリー知ってるよっていう人とか、それからプレイ動画とかを YouTube とかで見ちゃったよっていう人も多いと思うんですけども、ぜひチャンスがあれば自分の手でプレイしてみてください。先が分かっててもしっかり面白いです。で、感動して結構ね、もう泣きそうになっちゃいます。あとあんまり難しいゲームではないんで、アクションゲームが苦手な人でもぜひチャレンジしてみてほしいです。で、次が2021年第7位、プレキシスポットのスタンディングデスク EG1 ですね。価格が25,300円です。買ってからだいたい8ヶ月ぐらいになるんですけれども、もう劇的に腰痛がマシになりました。よく人からこれ立ったり座ったりするかってよく聞かれるんですけど、それも本当に人によりますとしか言いようがないですね。で、自分は毎日3回ぐらいはフォームチェンジをしてます。眠たくなった時なんか特にいいですね。で、自分はこんな感じでモニターアームだとかマイクアームとかカメラアームとかめちゃめちゃいっぱいデスクに取り付けてて、なかなかの重量があるんで、さすがにスタンディング一番高い状態にして、それでタイピングをすると机は揺れちゃいます。悪い点で言うとそれぐらいですね。で、それ以外は本当に最高です。マジで買ってよかったです。腰痛に悩んでる方で、運動不足の方なんかは本当にちょっと検討してみてほしいです。次が第6位、AirPods Pro ですね。価格が3万円ぐらいです。
この商品に関してはもう説明不要ですね。本当に最高の使い心地です。マジで買ってよかった。音質だけのことを言うと、自分はまあ正直オーディオマニアとかではないんで詳しくわかんないんですけど、まあかなりいい部類だと思います。バランスも取れてて、ちゃんと音に圧というか重みもちゃんとあります。でもやっぱり何より使い心地の良さなんですよ。iPhone とペアリングしてようが iPad とペアリングしてようがお構いなしにこうサクサクっと移動してくれて本当にノンストレスです。で、カナル型なんでしっかりつけてる感というか着圧はあるので、まあその辺は好みで AirPods Pro か、まあプロじゃない普通の AirPods か、これを選んでみてください。iPhone にくっつけるイヤホンとしてはもう当たり前かもしれませんけど、これ以上のものはないと思います。で、次は5位。ウェーバーのケトルグリル47センチモデルです。価格が2万円。アウトドア用のチャコールグリルです。でっかい丸いやかんを真っ二つに割ってみましたみたいな超単純な構造のアウトドアグリルなんですけど、まあ、これに熱々の炭を入れて、で、お肉を入れたり、ピザを入れたりして、蓋をして、で、ほっといたら美味しく勝手に焼き上がるっていうようなやつです。で、コストコとかに行っても置いてあったりしますね。キャンプ用品ではなくて、お家の庭でバーベキューするためのものです。海外の太っちょの半ズボンのおっちゃんがやってそうなあれですね。で、週末に家族でお肉を食べたり、まあ、これで丸鶏を焼いたりして楽しんでます。めっちゃ楽しいですし、何よりめちゃくちゃ美味しく仕上がります。球体のケトルの中で煙でガンガンいぶされてお肉が美味しくなるんですよ。で、焼いてる時の蒸気とか煙って出ていくと思うんですけど、やっぱりそういうのってお肉の旨味とかもがっつり逃がしちゃってるんで、そういうのがお肉にどんどん閉じ込められていくわけです。さすがに毎週稼働するってことはないんですけれども、2週間か3週間に1回ぐらいは登場してます。最近我が家のお気に入りはこのリブアイステーキです。お肉はコストコで買うことが多いんですけれども、お店で何万円も出して食べるようなクオリティのステーキが気軽にお庭で作れます。まあ、ちょっと気軽って言ったんですけど、さすがに近隣住宅が密集してたり、ましてマンションなんかではもう絶対これはできないことなんで、気軽ではないかもしれないんですけども、もし家の庭でバーベキューができるような環境があるなら、検討してみてください。すごいおすすめです。実際にちょっとこいつの使い方とか、必要な付属品とか、後片付けのやり方とか、コスパの話とか、いろいろまとめてちょっと動画作ってみようかなって考えてるんで、気になる方はその動画をちょっと待っておいてください。次が4位。RTX 3060Ti ですね。価格がだいたい9万円ぐらいしました。トリプルファンのモデルを去年の11月頃に買って、その時はそれぐらいの値段でした。多分今はまたちょっとそれよりは高いかなっていう状態ですね。GPU っていう、いわゆるパソコンのグラフィックボードなるものが、今ずっと何年も価格が世界的に高騰し続けてまして、ちょっと落ち着いたタイミングで狙ってたこれを購入することができました。若干マニアックな話にはなっちゃうんですけども、GTX の1660スーパーっていうものからのアップグレードだったんで、マシンパワーは一気に跳ね上がりました。仕事の作業効率的なことで言えば正直何にも変わってないんですけど、PC ゲームの環境は思いっきり変わりました。ちょっと動きの激しい、例えば Apex Legends とか、こんなんは、高画質設定にしても 144fps、これが貼り付きで出ますし、グラフィックに定評のあるようなオープンワールド系のゲームも 4K で遊んでも 60fps がしっかり貼り付きで出て遊べます。PC ゲームする人ってやっぱりそれなりのグラボ欲しいですよね。で、なかなか価格がちゃんと下がってこないし、いつになったらまたこれが下がるのかっていうのもちょっとわからないんで、それなりに安いものを見つけたら自分みたいにもうえいやっていう気持ちで行っちゃってもいいかもしれませんね。自分としては全く後悔はありません。1年通して考えても本当に買ってよかったなって思ってます。はい。第3位がルルレモンのエブリウェアベルトバッグ。価格が 11,200 円。もうこれは完璧ですね。容量が1リットル。で、なのに、非常に頑丈な作りで、ベルトもシートベルト風になってて、バックルもパチッとついてると。で、このシャカシャカの素材も全然安っぽくないんですよ。で、これぐらいのサイズ感って、いわゆるサコッシュ呼ばわりされて、かなりチープな作りのやつって、本当にたくさんあると思うんですけども、そういう感じのものではないです。で、ポケットも内側にちょっとあって、体に当たる背面側にファスナーポケットもあります。いや、もう本当に自分はこういうのが欲しかったっていうぐらいね、完璧な作りになってます。文字通り EDC ですね。エブリデイキャリーしてます。ほとんど手ぶらで移動して生活できるぐらいには身軽な人間なんですけれども、そうは言ってもちょっとしたね、目薬とか、さっきの AirPods とか、点鼻薬とかね、そんなのを入れたいんですよ。それに関しては完璧なサイジングです。しかもこれ同じのを持ってる人を全く見たことがないんで、それも気に入ってます。ルルレモンっていうのもいいですよね。本当に気に入ってます。
間違いなくこの2022年もずっと持ち歩くと思います。はい。第2位がエコバックスの D-BOT T9 プラス。価格が13万円ぐらいですね。ロボット掃除機です。これはバカ売れした D-BOT T8 の新モデルがこの T9 プラスで、吸引と水拭きを1台でやってくれる掃除機です。2021年は自分はマンションからちょっと大きい戸建てに引っ越したんですけども、さすがに毎日の掃除機がけは大変だろうってことで、奥さんと相談しまして、ちょっと高い買い物ではあったんですけども、長く使うことを考えてもう購入してしまいました。で、水拭きもこの1台でしてくれて、この値段ってなると、最近出てるロボット掃除機の中ではかなりコスパのいい1台になってます。本当に買ってよかったです。毎日めちゃくちゃ大活躍で、特にマッピングとナビゲーションが本当に優秀で、スマホのアプリから操作するんですけども、こんな感じでほぼ完璧に家のマップの把握をしてくれて、なんか電源コードを踏んで動かないとか、段差から落ちちゃったりとか、そういう誤作動をすることが全然ないです。自動で自分で勝手に吸い上げたゴミをダストボックスに入れてくれて、で、こちら側の手間っていうのは全然かからないです。昔ルンバを持ってたんですけども、メンテナンスというか誤作動もすごい多いし、ゴミ捨ても頻繁に結構自分でしないといけなかったんで、それって結局どうやねんってことで、ロボット掃除機ってもうちょっといいかなって思ってたんですけど、やっぱりめちゃめちゃ進化してますね。本当にノンストレスです。で、それから水拭きカートリッジに付け替えることで水拭きをやってもらうこともできるんですけれども、これが結構綺麗になります。で、うちはマットとかカーペットとかは置かない主義なんで1枚も家にないんですけども、ちゃんとそれも判別して回避してくれるらしいです。これだけ賢かったら多分コード類とかケーブル類をぐちゃぐちゃに床に置いてても多分大丈夫でしょうね。とにかく本当に掃除は楽になりました。当然床以外の掃除ってこいつはできないんですけど、安心して床に関しては任せられます。で、吸引力もかなり強くて、その割に静かという感じなんですけど、本当に綺麗になります。で、それからアレクサと連携させることによって、アレクサ D-BOT に寝室だけ掃除機かけるように言ってなんてこともできます。ただそのアプリとアレクサの連携がちょっとめんどくさかったり、なかなか反応が良くなかったりするんで、そこはちょっとマイナス点ですね。これはアップデートに期待したいです。はい、そして2021年自分が買って良かったもののランキングナンバーワンが、このブリヂストンの電動自転車ビッケポーラー E。価格が15万円ぐらいでした。子供を前後ろに乗せられる電動自転車です。うちは1人だけ、1歳半の子供がいるんで、タイミング的にもそろそろ欲しいなって思ってたんですけれども、引っ越しがあったんで、それが終わったタイミングで速攻買いました。結構電動のものの中では価格としては高い部類ではあったんですけれども、いろんな自転車屋さんで、本当にたくさん試乗させていただいた結果、一番安定感があったこのモデルを買いました。で、チャイルドシートが広めに作られてて、後ろにつけているバスケットもかなりでかくて頑丈な作りです。で、割と見たまんまなんですけども、重心が低く設計されてて、これ店員さんが言ってたんですけども、最近あんまり自転車に乗るようなことがなかったような人でも安心して乗れるようになってるみたいです。チャイルドシートにロック機能がかかってて、ハンドルがロックされるようになってるんで、子供を乗せるときもぐらついてこけたりする心配もないです。で、確かに乗っててめちゃくちゃ安定してどっしりしてる感じはするんで、自分もよく子供を乗せて一緒にお買い物行ったりしてます。車もあるんで、それはそれでいいんですけれども、やっぱり小回りのこと考えると、自転車は自転車で、あるといいかなっていう感じですね。同じブリヂストンのこっち系の電動自転車の中でも、このビッケポーラー E っていうのが、一番バッテリーがでかくてパワーもあったんで、最終的にはそのパワーっていうのが決め手になりました。で、やっぱり最近の電動自転車ってやっぱり進化してるんですね。本当に一漕ぎでブイーンって、気持ちよく滑り出してくれます。で、本体の重量もなかなかありますし、それから子供とか荷物やとかなってくるとなかなかの重量出てくるんですけれども、それを忘れさせるようなスムーズさで、しかもバッテリーがめちゃめちゃ長持ちするんですよ。で、ちょっとお買い物でスーパーに2軒ぐらい回っただけであれば、3回分ぐらいは余裕でいけますね。で、毎回降りるたんびに充電しないといけないと思ってたんで、これ予想外で嬉しかったです。はい、そんな感じでさらっと2021年、去年ですね、もう
1年間で買ってよかったものを厳選して、ベスト15ってことで紹介してみました。で、これ以外にも車買ったりとか、それこそ引っ越しのために家の建て替えしたりとか、めちゃめちゃにお金使っちゃった1年だったんですけど、さすがにね、その辺はちょっとランキングには入れませんでした。散財に次ぐ散財って感じで、さすがにちょっと去年は特にひどかっただけなんですけども、本でもまた1月からいろいろ買っちゃってるんで、それはそれとしてまた、紹介していこうと思ってます。今年からはもうちょっと一個一個の商品に対して深掘りするようなビデオを作っていくつもりです。またよかったら、このチャンネルのいろんなビデオをご覧ください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。さよなら。